動画を開いてくれてありがとうなのだ。ずんだもんですなのだ。今日はイタリアのニュースを一緒に覗いていくのだ。今回まず紹介するのは、ニュースの1年、最も読まれた記事なのだ。イタリアの大手ニュースサイト、コリエール、IT。2025年に特に読まれた記事をまとめた特集なのだ。イランで拘束された記者、チェチーリア・サーラさんの証言。40代以降の美人は不幸になりやすいと語った精神科医もレピの分析。元テニス王ジャパナッタの後悔と若きスターシナーへの評価。銀行家エンニオ・ドリスの娘が語る成功の裏側にあった借金の思い出。人気ネット家族ポッツォリスの別居の告白。低賃金に苦しむ3児の母のリアルな声。山岳家メスナーの観光郊外や狼への厳しい批判。さらにサラリーマンや医師、芸能人たちの人生観まで。そして新教皇レオ14世が初めてのクリスマスミサでガザの人々の苦境に触れたことも大きな反響を呼んだのだ。こうした様々なインタビューや証言が今のイタリア社会の悩みや希望を映し出しているのだ。この後他のニュースも含めてイタリアの今わかりやすく紹介していくのだ。イタリアは地中海に突き出た長靴型の半島と北のアルプスを含む南ヨーロッパの国で、首都はローマなのだ。古代ローマ帝国やルネサンスの舞台で1861年に統一され、1946年からは議会制の共和国なのだ。人口は約6000万人で、観光やファッション、食文化、機械、自動車などが主要産業なのだ。芸術や料理、ワインが魅力で、近年は観光客の集中や経済再生、移民対策が注目の敵なのだ。一つ目のニュースなのだ。ニュースの1年、最も読まれた記事という記事なのだ。2025年にイタリアのニュースサイト、コリエール、IT。で特に読まれた記事がまとめられた特集なのだ。イランで拘束された記者チェチーリア・サーラの証言。精神科医もレピの40代以降の美人は不幸になりやすいという分析。元テニス王ジャパナッタの後悔とシナー票。銀行家エンニオ・ドリスの娘による成功と借金の思い出。人気ネット家族ポッツォリスの別居告白。低賃金で苦しむ3児の母の証言。山岳家メスナーの観光郊外と狼批判。サラリーマンや医師、芸能人たちの人生観。そして新教皇レオ14世が初のクリスマスミサでガザの人々の苦境に言及したことなど、多様な人物のインタビューが今年のイタリア社会を映し出しているのだ。2つ目のニュースなのだ。パナッタ、もっと勝てたかもしれないが、代償は大きかった。ミータメディチにしたことを後悔している。アルカラス、シナーよりもピークが高いという記事なのだ。この記事は75歳になった元イタリアのテニス王者アドリアーノ・パナッタへのインタビューなのだ。ローマのテニスクラブパリオリで用務員だった父アシェンチオの息子として育ち、子供の頃から壁打ちで腕を磨き、やがてピエトランジェリア・ベルナルデ・エピの指導で頭角を現したのだ。1976年にはローマ、全仏、そしてイタリアのでハイ初優勝の中心選手として活躍したのだ。本人はもっと勝てたかもしれないが、それで幸せだったかはわからないと語り、若い頃に女優見たメディチとレストランに入り、歌手ロレダーナ・ベルテと一緒に出てきてしまった過去を今も恥ずかしいと告白するのだ。現在のテニスではシナーを高く評価しつつも、アルカラスの方がピークの高さは上と分析しているのだ。3つ目のニュースなのだ。チェチーリア・サラ、隣の独房の女性が壁に頭を打ちつけていた。私は公主系の執行所へ連れて行かれたという記事なのだ。このインタビューではイタリアの記者セシリア・サーラさんが新刊アイフィグリデル・オディオの内容と自身がイランで拘束された体験を語っているのだ。彼女はイスラエルとパレスチナの若者たちが
親世代よりも過激化し、互いを知らないまま憎しみを募らせている現状を多くの具体例で描いているのだ。さらに、イランでは若者の大多数が体制に反対しており、時間はかかってもイスラム共和国は必ず崩壊すると分析しているのだ。サーラさん自身は取材中にパスダランに拘束され、目隠しで悪名高いエビン刑務所に連行され、何もない独房で拷問のための時間の引き延ばしともいえる環境に置かれたのだ。壁には前の女性囚人の血痕が残り、向かいの独房の女性が頭から扉に体当たりして自殺を試みる音も聞いたというのだ。取り調べではスパイだと自白させようとされるが、彼女は一切認めず、21日間耐え抜き、母国の働きかけで解放されたのだ。彼女は、自分が助かったのは家族と国が動いてくれたからであり、同じように救われない囚人が今も大勢いると訴えているのだ。澄んだもん、栄光と痛みが交差するイタリアの声を胸に刻んだなのだ。人々の語りを忘れず、向き合い続けたいなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。